今回ネタがございませんのですよ。で、とりあえずうろうろとなんか動ってりゃなんかいい道にたどり着くかなと思って見て走っておりますんですけども、今これ越前町の小田っていうところにいるんですけども、この道の先がなんか山道があるみたいな感じなんで、とりあえず進んでおりますけど、ちょっと道迷うかもしれないんでよろしくお願いします。これ違うな。あれ左曲がるのか。ここ左みたいです。これなんか行けそうじゃなかったんだ。狭い。おお。一応道だね。これは私有地じゃないのか。違うのか。なんかめっちゃ私有地っぽいけど。行けない。ダメだ。残念。雪がいっぱいです。しかもなんか私有地っぽいで、なんかおかしい。はい、終了。さあ、飛んだしましたので、なんかまたその辺を走ってみましょうか。犬も歩けば棒に当たる。手回るも走れば街道に当たるわけです。っていうかの偉人が作りましたことわざに倣ってうろとしてみようかなと思っておりますけども、なんかね、脇道があったら入ってみるっていうスタンスで行ってみようか。小田病院と書いてありますね。この奥にもなんかありそうな雰囲気なんですけど、どうだろうね。これだね。これか。これだね。このわけのわからん。でもなんかふれあい公園って書いてあるね。ちょっと行ってみましょうか。雪が残ってるでどうかなって感じですけど、行ってみましょう。ダメだね、これも。こっちじゃないな。こっちは違うかな。狭っ。この道じゃないのか。これじゃない。これは違う。これはため池だ。クライオン区でもこの坂では無理かな。すごい狭いんだよね、これ。狭い。雪すげえ、結構ね坂がきついんで、ちょっと待ってくださいよ。ここはたった単にため池ですね。そんだけですね。でここ周回できるだけなんですけど、一応回ってみる。でその本来行こうと思った道がもう倒木だらけだったんですね。で多分この時期に行くもんじゃねえな、あれは。今回は、雪が溶けてから攻めていこうかな。とりあえずこのダブル貯水池を回ってみて、どんなんか見てみましょう。何らかの発見があるかなと思ったけど、こんなんだよね。雪の重みで倒れたんでしょうね、これね。ここから日陰だから雪がどうなってるかですね。これきついかね。深いかな。溝に気をつけないとね、これね。去年はすごいもっとひどいところをスノーアタックしてましたけど、今年はあんまりそういうとこ行かないって置いてるんですけど、ちょっと車の調子があんまりよろしくないってのもあってね。これは雪深いっていうか、これちょっと吹き溜まりか。あかんですね。木のけてもね、木をのけた先もあそこ吹き溜まりになってるんで、やめときます。今日はそんなガチで来てるわけじゃないんで、ちょっとした探検という感じで来てますんで。ただこれバックせなあかんのだよね。こういうとこで油断するとこう溝にはまってね、えらい目に遭っちゃいますんで。
して本来私行ってみたいなと思ったのがこの左なんですね。まあこの道なんでございますけども、まあ倒木が埋まってるのもあるけど雪があるんでやめときますね。今日はあくまでもちょっとこういうロケハンというか、ちょっと何があるかっていうのをこうどうやって探してるんかっていうような話題でもありますので。でもそれでもね、結構しんどいものはあるんですよ、実際に。はい、ということで今のも残念ながらダメでございますので、なんかネタが欲しいね。なんか一本ネタ欲しいよな。そこら中にこうやってそこらかしこに脇道はあるんですけども、もう雪がバンバン積もってますので、おっとなんか左じゃあね、右見たらなんか変なキノコのみたいな家がありました。あれはなんだ、なんか怪しい建物があります。京都タワーのてっぺんみたいなやつが見えるかな。ちょっとこの画角ではわからんかな。GoPro さんズームができないんでね、山の上になんか京都タワーのてっぺんみたいなやつがポンってあるんですね。で、前もあれ見たことあって、あれなんだって思って、実際は調べたこともないんで、一遍行ってみましょう、あれはね。せめてものなんか、着地点が欲しいわけですよね。なんか、やるからには。無駄にはできませんから。その建物自体が今、どこか見えないんだよね。360度カメラでいきますか。あ、なんかどうかな、違うな。で、なんか神社マークがあるところに近いところにあるみたいな感じなんで、宝楽寺これも関係ないの。あったあったあった、右にあるから、ここから曲がればいいんだ。この辺に右曲がる道があるんでしょうか。これか、これ曲がれるのかな。はい、波平山ゾーンですね。これはどっちだ。これはどっちやろ。山登ってく方だからこっちか。多分これかな。これっぽいな。雪はない。まあ日当たりはいいからないですね。路面はいいとは言い切れないね。あまり人が走ってるような感じの道じゃない。だって枝がめちゃめちゃ落ちてる。落石があるからこの先もどうでしょうね。これめっちゃ枝落ちてるし、なんか障害物があってもおかしくないかもしれないですね。あ、雪出てきた。どうでしょう。このぐらいならいけるかなと思うんですけど、深いな。結構深いぞこれ。ここだけか。ここだけかな。まあ確実に冬だったら来れませんとこですね。結構小高い山の上に来てまして、右になんだこれ、お手洗いかな。お手洗いがあるね。
車場とお手洗いだよね、これ。ちょっとあんまりなんか入らんとこかね。お手洗い。あ、360度カメラもいいかもしれない、これ。360度カメラはね、編集が大変なんで。はい。じゃあ、このまままた進んでいきましょう。なんか書いてある。不老山町一帯寄贈者、北の白上門扇顕彰碑。あ、不老山っていうんかなを今の北野さんっていう方かなが開発したのかね。まあ憩いの場所なんでしょうね。こうやって不用意なこういうのは取っときましょう。もうちょい先になんかお社みたいなのがありますね。さっきのなんかキノコのあれじゃないんだよね。あれキノコのあれじゃないの。ちょっとまた違う。あった。ありました。へえ。はい、じゃあ一旦到着します。あ、そういうことか。はい、じゃあお社を入らせてもらいます。失礼します。結構急な階段ですね。なんだろう。失礼します。コンピラさんなんだ。コンピラ神社って書いてある。へえ。再生回数爆上げします。はい、ありがとうございます。これで再生回数が爆上げするなら安いもんです。ちょっと失礼します。ありがとうございます。これ以上はちょっとおじさんとこかな。さっきその向こうから見てなんじゃこれと思ったのがこれですね。ただ作してあるね。これなんだ。眺めいいわ。へえ、すごい。先ほど私見たのはあの辺ですよ。あの辺から見てなんだこれと思ったんですよね。そうなんだ。ちょっと地元の方じゃないとわからんかもしれないんですけど、あそこにショッピングセンターメルシっていうのがありますね。で、さっき見た小田病院っていうのがあそこですよね。なるほどね。謎施設の先はこのような展望台だったわけですね。でしかもなんか遊歩道がそこあるんだね。ここなんかもうこういう参道があるんですね。これはなんだ。これは給水設備かな。なんか使われてなさそうだよね。なんかちょっと僕は謎ですけどもね。僕が思うには多分水関係やと思いますけどね。どういった意味があるんでしょうね。キャンプ場倉庫って書いてある。キャンプ場もあるんだ。これですね。これがその謎施設でした。でもテントサイトがあるようには見えないね。で道出てきまして、ここですね。
でこっちにもなんかあるし、あ、なんか石碑がある。なんだこれ。ちょっと見ますね。裏から見てみるか。あ、すごい。福井鉄道西豊線記念碑運輸大臣。これいつのやつだ。開通した時のかな。過去昔にはこの鯖江市からこの小田町まで鉄道があったんですよね。西豊線っていうのかな、西豊線っていうのかな。福井鉄道西豊線記念碑地方文化の進歩は交通機関の、うわ、長い。ちょっといろいろ書いてありますけども、昭和27年って書いてあるから、どうなんですか、昭和27年って。建設された時の日じゃないみたいですね。よくわからんけど、その辺また調べておきますけども。これはちょっと激レアな遺構を見つけましたね。そんな深いものがあるとも知らず何人来ましたけども、そんな鉄道の歴史まで垣間見ることができるとは。ただキャンプ場っていう形式は見当たらないですね。荒れてしまってるからわからないだとか、それともこっちの下にあるのか。これは単純にキャンプサイトというか通路ですね。つづら折れのこれは単なるあれですね、獣の足跡したね。意外となんか面白い発見でした。そしてなんか出てきた、またなんか面白いな、なんかとっつぁんの頭が出てきました。杉本隆夫さんか。はい、杉本さんですね。はい、ありがとうございます。なんですかね、杉本さんって方がこの辺のあれですかね、そういう権力者の方だったんでしょうか。で、迷わない目安としてあそこに展望台がありますけども、なんか一大リゾート地だね。ってことはこの先行くと階段に戻るのかな。ここから麓の里へ行く階段ですよね。結構開発されてたんですね、その後に。はい、これも下へ続く階段ですね。よし、じゃあ戻ろう。結構長えな。はい、そういったわけで、ここの越前町の小田地区にある謎のキノコ型の建物は、このような広大な、意外と奥の深いキャンプ場でもあって、神社もあって、この開拓されたこの山の一大リゾート地なんかもしれませんの、現在はもうこれ、使われてるのかどうかは知りませんけども、これの今の様子でございました。意外と面白いお家でよかった。撮れ高的にはグッドです。ということで、今日はこれまででございます。おやすみなさいませ。フィナルでした。ありがとうございました。バイバイ。疲れた。